どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。男の夢といえば、お金、権力、女やけど、リュウさんなら一つ選ぶとしたらどれ？お金、草、リュウさんは背筋主義やもんなお金があれば、権力も女もなんとかできる。あかんあかん。権力はともかく、女はあかん。でも、結婚するとかになっても、お金って大事でしょ？現実的やな、ハーレムラブコメ主人公みたいに、モテモテ、みたいなのは夢見ないん？一人でよくない？ハーレムラブコメ全否定。よくさ、二股とか芸能人とかだと、8股してましたってグラビアアイドルが言ってたりするけどさ。なんかいましたね。私、そういうこと絶対できないんだよね。そこまで、器用に人間関係を構築できないというか。絶対、名前とか間違えそうやな。一時的な気の迷いの浮気じゃなくて、同時に、2人とか3人とかと付き合えたりするのは、ある意味才能だと私は思うよ。そういうのが面倒くさいから、一人でと。不倫とかもさ、リスクすごいよ。バレたら、慰謝料ドカンと請求されちゃうしさ。あかんと分かっとる状況やからこそ、燃えるのかもしれへんな。そんなわけで、今日のレビューはこちら、週末のハーレムだよ。タイトルで、ここまで内容を察することができるとは総量枠ですか？内容的には僧侶枠に近いけど、この作品はいわゆる紳士アニメなんだ。久しぶりに聞いたわその言葉。2010年頃が紳士アニメのピークだったね。よすがの空やセイコンのクエイサー、いわゆるセクシーなシーンが多くて BD になると、地上波ではなぜか謎の光で見えなかった部分が見えるっていう仕様になってたんだ。ストーリーの面白さとか、作品の良し悪しに限らず、紳士アニメってある程度の円盤の売り上げがあったんよな。ただやりすぎて BPO に怒られたり、昨今はこういうアニメは Twitter とかでも炎上しやすかったり、規制が厳しくなったせいもあって影を潜めてたんだ。10年前は自由やったんやな。あえて規制の厳しい、令和に紳士アニメをやる、この意気込みは称賛したいところなんだけど、1話放送の後に、2話以降が延期になっちゃったんだ。どうして万作尽きたん？表現の精査のためっていう理由で延期になっちゃった。そんなに過激なん？世界観は面白いんだ。今より、近未来、多くの人間は機械のおかげで仕事というものから解放された時代。働かなくてもええんか、ベーシックインカムでもあるんかな。主人公は不治の病にかかってしまって治療薬ができるまでコールドスリープすることになったんだ。おお、すごい。不治の病でも治療薬完成するまで寝とけばええって、医療の発達がすごすぎる。最低でも5年はコールドスリープしないといけない。だからこそ、長い間、恋してた幼馴染に告白し、家族に見守られながら、彼は5年の眠りにつくんだ。SF の設定としてなかなか面白いな。5年の月日を経て目覚めると、世界が一変してしまってるんだ。どういう風に、まさかターミネーターみたいに機械が支配しとるか？いや、世界中の男性の9割が死んだ。一体、なんでそうなったんや。主人公が眠った1年後にパンデミックが起こり、世界の人口は半減、世界のシステムを保つことが困難になり、貧困の差は拡大し、通称男殺しウイルスのせいで世界には女性しかいなくなってしまうんだ。あらら。生き残っている男性はコールドスリープされてる。だけど、主人公を含めた5人の男性はウイルスになぜか耐性を持ってるんだ。ほう、そこの謎に迫っていく感じなんやな。人類の滅亡を防ぐためにも、主人公は子作りを強制されるんだ。あかん。一気にアホになりよった。まあ、なんというか、アダルトな漫画みたいな、ものすごく、男性にとって、都合のいい設定ではあるんだけど、面白い世界観ではあるんだ。いろいろと気になるところはありますね。ウイルスは自然に生まれたのかとか、人為的なもんなのかとか、そもそも、主人公を含めた男5人は、なんで耐性持っとるんかとか。SF 部分のストーリーは、意外と気になるところではある。でも、そんな気になるメインストーリーよりも、子作りしてるシーンの方が多い。真面目な SF 世界観が台無しや。そもそもモブキャラ含めた女性キャラの頭がおかしいんだよね。どういうこと？男性が死滅してから4年という月日しか経ってない。これが20年くらい経過してるならまだわかるんだけど、主人公が混乱する中で街に飛び出たらモブキャラが、男がいるって主人公に襲いかかってくるんだ。上すぎやろ。欲求不満がすごいわ。ウイルスに女性を発情させる効果がありますみたいなのがあるならわかるんだけど、特にそういう効果はないみたいなんだよね。男と見る、襲いかかってくるモブ、メインキャラでさえ子作りしようぜってめっちゃ迫ってくる。倫理観どうなってん？そんな倫理観すらも崩壊してる世界で主人公は行方不明になってる幼馴染にミサオを立ててるんだ。ということは？主人公は幼馴染に義理立てしてて、幼馴染以外とは子作りを絶対にしないんだ。果たして彼は数々の誘惑に耐えながら幼馴染を見つけることができるのか、ウイルスの謎を解き明かすことができるのか。どんなアニメやねん。ものすごくバカバカしい世界観でありながら、主人公は一切女性に手を出そうとはしないんだ。寸止めですか？だけど、そんな主人公以外の男性はこの世界を楽しんでる。憧れのアイドル、女優、
好みの女性に手を出しまくり、最高だよ、この世界、と叫びつつ、シュチニクリンの限りを味わってるんだ。主人公以外の男は、欲望の限りを尽くしとるんやな。主人公はワクチンを開発しようとしてたり、幼馴染探しに夢中なせいもあって、主人公以外のキャラの方が、この世界の主人公っぽいんだよね。そうなん。例えば彼はコールドスリープする前いじめられてたオタク男子だったんだ。そんな彼が目を覚ますと、周りは女性だらけ。女性しかいない学校で、ハーレムの限りを尽くす。ようやく、主人公らしい男が出てきよったな。優しくしてくれた憧れの先生、可愛いクラスメイト。最初は戸惑ってたんだけど、話が進めば進むほど、抱けば抱くほど情欲に溺れ、倫理観も崩壊していき、抱きまくり、調子乗りまくり、生きりまくるんだ。わかりやすい感じやな。ただ使い捨てにされるような女性キャラクターも多くて、あんまり印象に残る女性キャラが少ないのは欠点でもあるんだ。使い捨てやなくやり捨ての間違いでは？序盤の世界観の描写と、徐々に情欲に溺れていって、性格も変わっていくオタク男子くんはキャラ的にもこの世界に合ってるんだけど、本来の主人公の方が地味なんだよね。ワクチン開発しとるんやっけ？幼馴染も同じことをしようとしてたんだけどなぜか行方不明になってるんだ。本当に徐々にしか謎が明かされなくて、主人公パートになるとウイルスの正体や謎に迫っていくんだけど、一方、その頃的に場面転換してパコパコしてるオタク男子ばかりが描かれちゃうんだよね。8割パコパコオタク男子、2割寸止め主人公みたいな感じですか？序盤は、そんなパコパコも面白くはあるんだけど、やってることをやってるだけだから、絵面的にあんまり変わらないんだよね。オタク男子は、自分をいじめてた女子に仕返ししたりして、ざまあみたいな感じになったりはするんだけど、基本はパコパコ。パコ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 。いいからメインストーリーを進めてくれと思うほど、パコパコばっかりしてて、セクシーシーンにだんだんと胸焼けしてくるんだ。話がなかなか進まへんのやな。一応、終盤になると、組織の上層部の陰謀とか、こんな世界だからこそ成り上がろうとしてる女性キャラとか、オタク男子が覚醒したりするんだけど、パコパコして覚醒したん。11話になると男性絶滅計画みたいなパワーワードも飛び出してきたりと面白くなってはくるんだ。とんでもない計画が遂行しとるな。だけど結局1クールではほとんど何も解決せずに終わってしまう。あらら、俺たちのパコパコは、これからだってことですか？メインストーリーの進行度の遅さはかなり気になるんだ。男性がほぼ死滅した世界、男性だけ感染するウイルス、男性絶滅計画や男性嫌いのお偉いさんとか SF 的なディストピアな世界のストーリー部分は気になるんだけど、そこが全然進まない。性に目覚めた男子中学生みたいなもんやな。勉強が手につかへんって感じや。テロ組織も動き出したり、ここから面白くなりそうなところで全11話が終わってしまうから、ものすごく寸止め感があるんだよね。主人公が寸止め野郎やから、しゃーなしってことですか？作画に関してもセクシーシーンの描写はいいんだけど、それ以外の作画はかなり気になるところではあったんだ。特に11話はひどい。最終話やのに。放送が延期して制作側もごたごたしてたんだろうね。それが見ててわかるほど11話はシンプルに作画枚数が少なくて、キャラが喋ってるのに口が動いてなかったり、そもそも口すら描かれてなかったり、作画崩壊寸前なんだ。セクシーなアニメで作画の質が悪いのはちょっとな。11話のセクシーなシーンの描き方もめちゃめちゃ適当だし、話自体は盛り上がってるのに、アニメーション的にその盛り上がりを演出できてないのは、本当に残念なところだよ。なんか色々惜しい感じやな。2クールくらいがっつりとした尺で、ストーリーが最後まで描かれていれば評価も違ったと思うんだけどね。作中の7割くらいのシーンがパコパコで、メインの部分のストーリーがなかなか進まない。まあ、そこが、この作品のメインでもあるんやろうけどな。倫理観が崩壊してる女性キャラやオタク男子がどんどんと性に溺れていって表変していく展開は、私はすごく笑いながら見てたんだけど、好みが分かれる作品ではあるね。紳士アニメの宿命やな。D アニメとかの配信サイトだと無修正版も配信してるんだけど、地上波だとほぼセクシーシーンは雑な黒塗りで規制されちゃってるし、配信サイト全盛期の今だからこそ、紳士アニメこそ配信サイト限定でやった方が色々な意味でいいと思うんだけどね。表現の精査のためって言って延期にならんかったかもしれへんが、こういう紳士アニメも僧侶枠以外は最近減ったし、1年に1本くらいあってもいいと思うんだけどね。難しいんやない？女性の性的消費がとか色々言われる時代やし。まあ、この作品なんかまさにそれだしね。ほなまた次回。じゃん。